ちょっとね昼寝してたもう部屋を今日片付けしてて、今ちょっと後ろねモザイクっていうかやってるけど、部屋をね片付けてて、昼からずっと片付けてて、なんかこの模様替えをしようと思ってたのよ。今が結構アニメ部屋っていう感じだから、それをちょっと変えたいなと思って、まあ多分グッズ多いから全部片付けるつもりはないんだけど、まあなんかちょっとこうまとめる方にまとめてみたいな、アニメはこっちでみたいな、でこっち側はほらこの今後ろねぼかしちゃってるけど、こっちをなんかこうホラー系マネキンとか置いたりとか、今ちょっとモザイクこの辺今めっちゃ汚いからかけちゃってるけど、このちょうど配信のこの後ろの部分を、ホラー系に見えるようにできたらいいかなとかって思ってて、そういうのもあって、最初にまずこっちね、今喋ってるこの左側、私から見て左側のところにこう服をかけるさ、なんていうの、こうパイプでさこう組み立てて、そこにこう服をかけて、こうなんかシートみたいなのでこう隠せるさ、要は上着をかけたりとか、そういうのがしまえるね、洋服収納のね、収納でいいのかな、そうってのがあって、それをまずなくして、その服を全部押し入れにしまうっていう。だからまず押し入れを片付けようと思って、一番最初にね、まずじゃあ押し入れを片付けようと思って、で押し入れを要は服かけたりするこの突っ張り棒をつけてっていうのがなんかできるっていうのを知って、もうそれだったらもう突っ張り棒をその押し入れの中に入れて、でその服かけちゃえば全部押し入れの中にこう落ち着くっていうか、しまえるっていうかさ、それを知ったりとかしててね、押し入れの中身はもう何日か前にねだいぶ済ませてて、そこだけやってね、で今日になって押し入れがだいぶちょっと落ち着いたから、じゃあ完全にその撤去しようっていうのでね、で撤去して別の部屋に移動させて、でそこにこうスペースがあるから、そこにちょっと別の棚をねこう持ってきて、今日はちょっとそこまでやった。そうっていうのでね、そこもさ、いやなんか向きとかさ、なんかこっち向きなのかとか、なんかこういろいろね、こっち奥なのかとかこっち側なのかとかさ、ずっと考えててさ、ね、寝る前もさ、だからずっと寝ながらね、どういう風に片付けようかなとかさ、どういう風に模様替えしようかなとかってなってて考えててさ、この部屋マジでさ棚が多すぎるのね。やっぱアニメグッズとかをほら飾ってたから、めっちゃ物も多いし、物ってかグッズね、ほとんどグッズも多いし、棚が何より多すぎて、もう部屋が圧迫されてんだよね。そうだからそういうのもあって、なんかうまいこと置けねえかなとか、こうまとまりよくっていうかさ、できないかなと思って、ちょっと今日それをやってたんだよね。そうもう体かゆくてさ、もうほこりまみれだしさ、毛とかさ、俺犬とか猫のね毛があったりとかして、ほこりもすごいしさ、やっぱ隙間とかにいっぱいさこう溜まるじゃん。そういうのも掃除機かけたりとかさ、コロコロしたり見たりとかさ、体もうめっちゃかゆくて、全身がもうかゆいから、もうそれでとりあえずある程度終わらせて、寝れなくなっちゃうから、じゃないと物多すぎると、ある程度ちょっとこう端にやるなりして、それでちょっと一回荷物をとりあえずまとめて、ひとまずね、それでだいぶね、それでちょっとすっきりしたんだけど、そういう片付けをねしてたんだよね。あとさ、これ気づいた？なんかさ、顔のねこのエフェクトがねできるアプリじゃねえや、ソフトがあって、っていうか、見つけたんだけど、マジそのままのウェブカメラで見るとめっちゃブスだからなんかこううまいことこう美顔とかさあるじゃん、なんか明るくとかさ、顔のなんか美肌に見せるとかね、あとこう目を大きくとかさ、ちょっとこう輪郭をシュッとさせるとかっていうアプリがあって、割とねナチュラルっぽい感じではあるよ。その別にメイクとかはこれは全然なってないから、本当にそのままなんだけど、なんかでもこう輪郭とかさ、この目の大きさとかがだいぶね、あと肌もねこれ綺麗になってる。びっくりした、ペットボトルが。そういうソフトをちょっと使ってみた今回は。いつもねちょっと顔がブスすぎるからね今回ちょっと使ってみてる。だからだいぶなんか顔立ちがなんか顔白いし、肌がなんかめっちゃ綺麗に見えるんだけどそれはもう加工の力だよ、これはもうメイクとかはさすがにねパソコンのやつだとねできないよね。なんかその携帯でさ、ほらあるじゃん、加工のアプリが。
ああいうのでこうミラーリングっていうその画面をパソコンにほらつないで、その画面をさパソコンに映してこういう風にね撮るっていうのもあったんだけど、それだとちょっと携帯もさ結構充電食うし、やっぱこう負荷がかかるからね、携帯に。やっぱ長く配信するんだったらやっぱそれだとちょっと携帯の寿命もね心配になるからね、負荷かけすぎてすぐ熱くなるから、ああいう加工のアプリってさ、そうちょっとさ自撮りするだけでもすげえ熱くなるんだよ。それでさずっとそれをね使った状態だとどうしてもやっぱりそう携帯めっちゃ熱くなって、そのうち多分バグっちゃうからそう固まっちゃったりとかするから、勝手にねなんかこうフリーズしたりとかさ電源落ちちゃったりとかあるから、そうそれ困るからっていうので、とりあえずなんかまあウェブカメラで、まあ、要はパソコンでそれが完結するアプリっていうかソフトないかなと思って一応これを見つけて、まあこれぐらいだったらもうこれオフにしたらちょっととんでもないからね、オフにするとドゥンってなんかライズアップのねビフォーアフターみたいな感じになっちゃうからもうしないけど、もうこれで見慣れちゃうと本当にね戻せないなって思う。マジでさ自分でね試しにやった時にさオンオフやってみたけどね、すげえ全然もう違うんだよね。この輪郭もねドゥンってすげえなるし、肌汚ねみたいな。いや汚いっていうかで多分鮮明に映りすぎて汚ねってことだな、じゃあつまりこれだとねすごいなんかこうほわーんとなんか肌が色が、まあ、白いのもそうだし、なんかこうほわっとちょっとぼかしっぽいって言えばいいの、この肌がさすげえこれツヤツヤに見えんじゃん。めっちゃこの毛穴ないんですかこの人みたいなツヤになってるけど、これエフェクトないと本当にねマジでなんか汚ね汚ねとか言ってメイクなしでは外歩けない人みたいな感覚かな。多分そうなのかな。私は普段ほらねメイクマジでしないから、さすがにほらどっかさイベントとかね人と会いますとかっていう時はメイクするけど、でも本当に人と出かけることもあんまりないし、それこそ営業とかさ青梅創業支援センターで販売してるけど、その時なんかメイクしないからねだって人が合わないし、そんなに会ってもだってその青梅の人だからさ、いやさすがにねフォロワーさんがこの日行きますよとかってね話があるんだったら、それはちょっとさすがにメイクとかしたりねちょっとそれなりにねちょっと考えるけど、なんかもう普段の生活ではねメイクはちょっとめんどくさすぎる。なんかねあとね多分肌がなんか弱いのかわかんないんだけど、なんかニキビがやっぱできやすいんだよね。こう肌にさなんだっけ、最初はねファンデーションとかさ憧れるじゃん、こうやってこういうやつ、これちょっと憧れるでしょ、なんか女性はわかんないけどこの動き憧れるからこれ買ってみたことあったんだけど、なんかねわかんない、それが合わなかったのかもしれないけど、なんかこう逆に毛穴汚く見えるっていうかさ、なんかこう目立つ、逆にこのブツブツ具合がだからなんか浮いちゃうっていうかさ、それはそのねファンデが合ってないとかもあるんだろうけど、なんか基本的になんか塗りたくることがそもそもなんかこう嫌なんだよね、顔がなんかこう気になるのよ、そういう自分が。確かにね肌がこう明るくなったりとかね、なんかそれこそニキビができちゃったとかなんか隠したりとかね、そういうのもできるけどさ、なんかねなんか塗った後のその感覚が嫌なのは、なんかこう塗ったなみたいな、なんか顔が汚いわけじゃないんだけど、なんかこう異物を塗りましたみたいな感覚がね苦手なんだよね。今使ってるのは今使ってるのとかも全然使ってないんだけど、たまにねそのメイクする時に使うのはこうクリームタイプ、普通にこう肌色のほらクリームが出て、あと日焼け止めとが一緒に入ってますよみたいな、それを適当にちょん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 って一応こう顔塗ったりとかね、そういうのはするけど、あとすげえなんかねクマなのかわかんないけどね、多分クマなのかな、なんかね黒いんだよね、目の下が。クマなのかなんかよくわかんないんだけどね、これとかをやっぱね気になるからさ、ちょっとこのくすみ、目の下のくすみをねこうちょっと消したりとかね、そのクリームを塗ってとかするけど、本当は塗りたくない。やっぱ、ね、気持ち悪い顔がなんか。あとさそのアイメイクとか、私は全然やるにしても肌クリーム塗るのと、あとこうあれかアイシャドウと、眉毛ちょっとこう描くのと、描くってかもう眉毛はあるからちょっとこう濃くねやるのと、あとほんとアイライナーしかやんないんだけど、口紅はたまに
口紅っていうか、やるけどどうせ落ちるからあんまりやらないのね。普通にリップ塗ったりとかね普通の白いやつ薬用のね、そう口が普通に乾燥するからっていうのね。そうだから本当にそれぐらいしか3、4個ぐらいしか使ってないから、そう全然メイクもほらしないから下手だし、もういいやみたいな感じで、でも本当にちょっとね、このエフェクトはね結構割といい感じではあるわ。これないと本当にひどいありさまだからねもうあとさ、今さそれこそさ、その携帯のアプリでさあるじゃん、そういう加工のアプリ。あれでさ、もうなんかメイクしてるみたいな感じになるじゃん、勝手に。あれやばいよね。だってさ、めっちゃ最初にさ、そのプリでさ、なんかプリの時にさ、あれってまあ勝手に自動でちょっとこう目がでかくなってって勝手にもなるじゃん、あれって写真撮ってさすぐぐらいに。そうだけどさ、なんかその後のさ、要は落書きタイムの時にさ、メイクとかさ、あれだってさ、なんか出た時すげえびっくりしたもんね。なんかさらに目がでかくできるとかさ、なんかその髪の毛の色を変えられるとか、カラコンの色を変えられるとかさ、最初の頃あれ多分なかったんだよね。なんかどっかのタイミングで出て、何この機能やばみたいな感じで話した記憶があるのよ。まあ本当に学生時代ね、そう友達と撮った時に、それでさ、そのカラコンとかね、ヘアカラーとかさ、それこそアイライナーとかさ、ちょっとほら猫目とかさ、つってんのか、要は垂れ目なのかとかさ、あれとかもなんかそのメイクのなんかやり方でできたりするから、なんかそれとかもさ、最初の頃そういうさ、後からその落書きのやつでね、できなかったのにできるようになってるじゃん。もう今も多分できてるけどさ、あれとかもさ、なんか最初のだってプリのさ、最初の時点でうわすげえめっちゃ加工してるってなってるのにさ、さらにそこから加工になってんじゃん。加工の加工をしてるからさ、あんなので撮っちゃったらもう本当にマジ誰かわかんないしさ、まあもう誰かわかんないの楽しむために撮ってるところはあるけど、すげえこんなにちげえわみたいな。だからさ、アプリもさ、その携帯で撮るのもさ、もう今なんかめっちゃすげえのよ。だってなんかさ、びっくりしたもん。基本的に多分自撮りだからさ、だいたいこういう顔を撮るから、まあだいたい多分胸から上とか肩から上じゃん。だけどなんかその設定を見た時にさ、そのなんかスタイルを良くするとかっていう項目もあってさ、まあ多分それは全身映した場合に多分自動的にね、検知してね、多分足を細くとかさ、こうスタイル良くみたいなさっていう項目があってさ、多分なかったの。それも何これと思ってさ、それ最近のねアプリだけどさ、それで見てさ、そんな機能もあるのみたいな。だってさ、後からさ、ほらこうスタイル良くするとか多分あったのよ。その要は写真を撮った後に、例えばじゃあ足長くしようとかってなんかね、背景大体歪んでんだけどさ後ろの階段がめっちゃこうなんか歪んでたりとかってよくあるけどさ、だから多分それもさ、こう自分の手でしなくてもさ、もうその場ですぐだから、まあ多分誰かに撮ってもらうわけじゃん、外見を撮るときに。撮るよって言った時にさ、じゃあ足長くしてとかさ、こうやってやってさ、撮れる、その場ですぐできるわけじゃん。だからさ、それ見てさ、すげえなと思って、なんかもうそんなにすぐに、まあ要は検知してね、全部やっちゃうんだなと思ってさ、めっちゃすげえ時代だなと思って。だって最初スノー出た時とか結構さ、すげえみたいになってたと思うのよ。わかんない。私はなってたの。私はなってたんだけど、スノーの暑い。もうなんか多分今ももっとスノー以外に、わかんない。私はスノーとか、あとなんか、ね、お姉ちゃんに教えてもらったのしか知らないけど、最近うちのお姉ちゃんに教えてもらったアプリでね、自撮り撮ったりとかしてみてるけど、本当に自撮りしない人だからさ、なんか一時期なんかスノーとかでなんか撮ったりとかしてたけど、だけど本当その時だけだったから、本当そっから何年も自撮りは、まあ、たまにしてたかもしんない。ほんとたまにそれこそメイクした時とかちょっと撮ろうかな、この服なんかいつも着ないからちょっと写真撮ろうかなみたいなね、そういうのでやってたけど、本当に全然自撮りしてこなかったから、まあ最近になってだからまたちょっと新しいそのアプリ、要はいろんな機能があるのを教えてもらって、それで最近はちょっとこう自撮りしようかなとかっていう風になってるよねっていう。もうスノーとかもだってめっちゃ前だよね。あれだってもう5年どころじゃねえや、8年前とか 7,8 年前ぐらい
もっと前かな、8年ぐらいかな、わかんない、もっと前からそのスノー自体があったのかわかんない。その流行りに私が遅れてたらまたね、もっと前からあるじゃんっていう話になるからわかんないけど、でも多分8年前とか10年、10年ないぐらいなのかな、前ぐらいだからさ、もうその時だけでも結構画期的っていうかさ、このアプリやべえぜみたいな感じで言われてたと思うからさ、時代がこう進んでるよねって。だってこれだってさ、まあそのメイクなってないけどさ、だいぶシュッとしてるのよ、本当に。だってもう本当にひどいよ、このオフにしたバージョンがその輪郭がもうブンってなるからさ、そう肌もなんかね、こんなツヤのなんか卵みたいなね、肌じゃないから、これだとなんかすごいさ、めっちゃ肌綺麗でシュッとしてんじゃんみたいに思われるけど、これも加工の力です。すごいね、すごい時代ですもう